ウクライナ軍の飽和攻撃が続いています。ロシア各地で製油所や物流拠点の炎上が続いており、ロシア国内の経済・物流に対する打撃はより深刻になっています。燃料不足を解決しようとして海外からの輸入も進めていますが、非常に高い価格になっていることから、目論見通りの燃料不足解消に直結しているわけではありません。ロシアの不手際が目立っています。皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍の反撃能力は今年になってから明らかにロシアの防空能力を上回った状態を維持しています。連続して攻撃が行われていますが、かなりの確率で打撃を与え続けています。ロシアの首都モスクワ周辺に対する大規模攻撃においては、過去最大規模かというような報道もなされています。ロシア側は、ウクライナ軍のドローン822機を撃墜したと発表していますが、その結果として、今日もまた、ロシア版アマゾン、ワイルドベリーズの物流拠点の大炎上という映像が流れています。なお、ロシア政府当局は、このような事態が続いていてもなお、ロシア経済に対する打撃は微々たるものであり、状況はすべてコントロールされていると述べています。ですから、今回のウクライナ軍ドローンの撃墜に関しても、相変わらずのように、撃墜した後でちょっと墜落したものが火をつけたんだかな、みたいな話をしていて、全く現実と噛み合ってはいません。今回の攻撃成功で、ワールドベリーズの主要物流拠点上位10のうち7つまでが施設の全焼かもしくはそれに類するような大規模な火災へと発展し、その機能を失っています。主だった物流拠点20のうち、まだ全体から見れば半分から7割程度にまで達してはいませんが、それだけでもこの会社の機能そのものにしてみれば、ほとんど壊滅状態とも言えます。今回攻撃を受けた倉庫においても、以前働いていた倉庫がウクライナ軍の攻撃によって炎上してしまった。だから仕方なく別の倉庫に勤めるようになったんだというようなことをインタビューで述べている人がいました。しかし、そのインタビューを受けているその真後ろにおいて炎上している倉庫の様子が映っていたものですから、この後労働者たちが勤めることのできる倉庫が残っているかどうかはかなり怪しいものです。そしてウクライナ軍の遠距離攻撃は物流拠点に対するものだけではありませんでした。その他製油所と軍事関連物質の製造工場に対する攻撃も実施しています。オルスク製油所は年間処理能力570万トン。ウクライナ軍の攻撃を受けて施設は一時稼働を停止しています。修理が終わるまでの間は一つの稼働率はかなり低下した状態に陥るでしょう。そしてそうやって直している間にもまた別の施設が攻撃を受けて、治ったなという頃には再び攻撃が来るということを繰り返すようなことになっています。そしてもう一つ軍需関連工場への攻撃では、カメンスキー工場に対する攻撃を実施。この工場では多連装ロケットシステムの使用弾薬、もしくは航空機用の固体ロケット燃料などを製造していたとのことです。施設そのものは完全に破壊できていたものではありませんが、こちらも攻撃を受けて操業が停止すれば、当然のように前線に対する弾薬供給能力が低下することでしょう。そして、製油能力の低下というものは、ロシア国内において全般的に燃料不足というものを引き起こしています。プーチン大統領は国民の不満を和らげるために特に大都市圏における優先的な燃料供給といったものにかなり力を入れているようです。ロシアの首都モスクワやもしくは第2の都市サンクトペテルブルグにおいては一時期燃料供給制限といったものがかかっていたのですが、現在ではその制限についてはかなり緩和されています。ところが地方においてはそうではありません。ある程度の情報統制が効くロシアにおいては人口密集地帯をある程度手当てすればその他の地域においては見捨てたとしてもそれほど大ごとにはならないというような特性があります。そのため地方においては燃料不足といったものは現在もなお継続中です。しかも燃料供給不足といったものをある程度覆い隠したいのか、値段表示をつけたままでまだまだ売るものがありますよというような表示にもかかわらず、並んでみたら実際にはガソリンスタンドのタンクはすっかり中身がない状態でひたすら待ち続けなければならないというような騙しのようなこともあちこちで起こっているとロシア人が動画を投稿しています。そして燃料不足解消のために打った一手が今空回りしています。ロシアは非常に多くの天然資源が取れる国であり、海外へと輸出を行っています。石油などもその一例でしょう。
ロシアが輸出している石油は中国とインドが非常に大口の商売相手となっています。しかし、制裁下にあるために非常に安く売ってくれというような交渉が相手側との間で成立し、高い価格での販売といったものはできていません。ただ、大口の顧客というのは大事なもので、決して契約そのものを切ることは今のロシアにとってはできないでしょう。ですから、安く石油を売っているような状態、この相手先であるインドから今、生成済みの燃料を購入するといったことを行っています。産油国なのに国内では燃料不足。安く海外に売って、海外で生成された燃料を買わなければならないというような、明らかに不利な契約が成立しています。ところが、思った以上に値段が高くなりすぎたといった問題が発生しました。はるばるインドから燃料を輸入したにもかかわらず、価格面で折り合いがつかないことから港で滞留しているというニュースが入っています。こうなっている理由というのは、そもそもインドとロシアとの間における船便の輸送には1ヶ月の時間がかかり、その間、当然船便としての輸送コストがかかってきます。しかも、ロシアには制裁対象下にあるタンカーなどをなかなか使うのが難しいといった問題もありますから、その間、ロンダリングをするために他の船に積み替えるといったことなども行っています。そのような手間などを加えることによって、ロシア国内の価格と比べると約2倍の価格がついています。これでは当然のように市場にどんどんと流すといったようなことができなくなります。なぜならばロシア政府は燃料価格の上限規制を始めたからです。高すぎる値段で売るなというわけですから、販売業者はある程度の価格に抑える必要が出てきます。ところが実際には1ヶ月かかってインドから到着したものは価格が2倍になってしまったわけなので、そのままの価格で引き取ってしまうと、今度はガソリンスタンドで売った時に売っただけどんどん赤字が積み重なるという、完全に商売が破綻してしまいます。そこで現在のところ価格交渉が行われていて、現物は届いたんだけどまだ市場に流れていないという、非常に変なことになっています。事前に価格交渉を行ってある程度引き取りができるような値段で契約をしっかりとまとめておくことが必要だったでしょう。これは明らかに不手際です。一方で、隣国ベラルーシからの輸入量については激増しています。前年同月期ですでに25倍という非常にものすごい量に増加しています。しかも、隣国から入ってきたからといってもベラルーシがロシア産と同様の価格で販売しているわけではありません。なんと、ロシア産の2倍の価格をつけています。ただし、インドから入ってくるものとの違いというのは、政府がある程度助成金を出して価格を統制し、販売できる水準に調整しています。現在ロシア政府の財政赤字といったものは予想の2倍以上に悪化しており、このような産油国なのに他の国から買わなければならない。しかも明らかに高い値段で買わなければならない。というような悪条件といったものが重なって、ロシアの財政赤字の悪化に拍車をかけています。しかもベラルーシからの供給量といったものは決して市場全体に行き渡らせるほどの量ではありませんから、先ほども述べたように各地での燃料不足といったものがまだまだ続いているわけです。こうした全体の状況を見て、ロシア国内における分析も決して明るい未来を描けているわけではありません。むしろエリート層の間では、このような状況が続くということを前提として考えた場合において、ロシアの今後は明らかに破綻に突き進んでいるというような分析が出ています。通常こうした話というのは西側から出るのであれば、ある程度の結論ありきの話になりがちなわけですが、ロシア国内から出た話というのは、プーチン大統領にある程度気を使いながらの話というのも抑えておかなければなりません。そのように、プーチン大統領から目をつけられないようにという前提であったとしても、現状というものは非常に厳しいものだという分析が出ています。そもそも多くの労働者というものが軍にもしくは軍需工場に取られているような労働者不足というものが発生しており、一方において経済活動を支えるための金利は非常に高い金利がつけられていて、企業間の資金融通といったものにものすごい足かせとなっています。そして企業だけではなく個人においても先行き不安といったものが重なることによる消費悪化といったものは民間経済そのものに対する打撃ともなっています。そのため小売業全般における失業、倒産といったものも増加しています。こうした状況といったものに対する対応として、ロシア政府は付加価値税を20から 22% と
増税なども行っていますが、それに対応するような民間の動きとしては、脱税といったものが増加しています。ロシア政府当局はこうした脱税の増加について取り締まりをより強化し、今年前半における脱税摘発件数が前年比 17% 上昇したと報告しています。ロシアという国家全体で考えた場合においては、石油や天然ガスが取れなくなったというわけではありません。価格の上限規制はかけられつつも、一応中国やインドといった大口の販売先に売っているということもあって、決して今すぐにロシア経済が破綻し、明日にも政権が吹っ飛ぶというわけではありません。しかし確実に今と未来における予想図としては、暗淡たる状況が待ち構えているというようなシナリオがより現実味を増しているということは押さえておくべきポイントでしょう。そしてもう一つ忘れてはならないのが、ウクライナのこうしたロシア全土に対する攻撃といったものは、そもそもロシアがウクライナに侵略したから発生しているものであり、プーチン大統領は侵略開始の決断を後悔し、さっさとこの侵略をやめることが平和への第一歩となるでしょう。現状、EU 各国からの支援といったものが今年来年と確約されているウクライナにしてみれば、今年だけではなく来年においてもより激しい反撃ができることは確定している状態です。親ロシア派がいくらロシアはこの戦争のダメージが全くないと言ったとしても、毎日のように燃える製油所や物流拠点の映像などを見れば、ロシア側が何のダメージも受けていないという話を真に受ける方が私はむしろおかしいと思います。皆さんはどのように思われるでしょうか。というわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。